景が綺麗。私が好きなのはね、ビートルズ。それからなんでもない。東中学校3年生は着替えを済ませて桟橋前に集合してください。行こうか。達夫くん、ジョンに少し似てる。達夫、この野郎、さっき冴子と何話してたんだよ。おい、ビートルズのジョンってどんな顔だよ。ああ、ジョン・レノンかよ。こんな顔だ。バカ。そうか、こうするとちょっと目が似てる。達夫、お友達だよ。誰？悪い、ちょっと待ってて。お邪魔します。暑いね。達夫くん、ビートルズ聞いたことないって言ってたから貸してあげる。あかけていい？あ、うん。へえ、達夫くんこういうの聞いてるんだ。ジョンって美術学校の不良でね、めちゃくちゃなんだけどかっこいいの。ねえ、夏休みの終わり頃、2人だけで海へ行こうか。うるさいわね、達夫。勉強してんの？英語だよ、英語。I wanna hold your hand。夏休みの終わり頃、2人だけで海へ行こうか。抱きしめたい。あと3日だぜ。達夫、宿題終わったのかよ。英語だけだよ。あとは全然。じゃあ電話するから。
スナック南さんですか？サエコさんいますか？はあ、同じクラスのものですけど。あ、達夫くん元気？海？うん、いいけど。うん、約束したもんね。いいわ。うん、それじゃ。じゃ、明日。約束したもんねか。ま、いいか。海だ、海！午後まで待とうか。島行きが出そうもないね。じゃあ岬へ回ってみる？うん。寒いね。でもせっかく海に来たんだからもうしばらくこのままでいいよ。ビートルズ聞いた？うん。やっぱり抱きしめたいのジョンが最高。俺はポールがうまいと思うな。うん。寒いね。帰ろっか。うん。ねえ聞いた最高のビッグニュース。知ってるお母さんに聞いた。すごいわね。おい達夫、聞いたか？最後が北高の不良と東京へ駆け落ちしたってさ。レコード借りたまんまだぜ。どうするんだよ。あんなに大切にしてたビートルズじゃないのかよ。何がジョンだよ。ビートルズの LP を気持ちの手がかりに残してサエコは消えた。俺も18歳で東京に出た。何考えてるの？あ？ちょっと昔のこと。私やっぱりニューヨーク行っちゃおうかな。こんなチャンスもうないし。行くなよ。行くなよ。そうさ。母校を応援する。おそらくこれが最後の私のグラウンド。玲子さん、ルール説明してくださいよ。
ええ。初めてラグビーを見るという見合いの男と来年挙式。私の青春の場所に今日でお別れ。それをハーフバックに渡して、あ、そこ。あとはランニングパスでつないで、抑えた。ねえ見た？やだ、ごめんなさい。つい夢中になっちゃって。本当にラグビーが好きなんですね。ええ、私の青春そのものだった。でも今日のようにボロボロじゃなかった。私たちのチームは、そう、ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン。何それ。すなわち一人は全員のために、全員は一人のためにさ。ジュン。ラグビーが好きでマネージャーを志願した新入生の春。3人の女子マネージャーとワクワクしながら練習を見ていた。私のお目当ては早川純。控えめな態度と爽やかな笑顔に私の日々はときめいていた。優勝未経験の部員がその気になったのも紛れもなくあなたの参加だった。ジュン、大丈夫？すぐに病院に行った方がいいわ。骨折してたら大変。大丈夫、なんとかやれる。ダメよ。私キャプテンに報告してくるから。余計なことすんなよ。余計なことするな。だって本当に骨折してたらチームにとって大問題じゃないの。違う。今はみんな本気で優勝する気になってんだ。今俺がリタイアしたらその気持ちがぶっ飛んでしまう。それが怖いんだ。いいか、このことは黙っててくれ。すでに私の気持ちは恋に変わっていた。雨の中の決勝戦、あなたの動けない分みんなが信じられない力でカバーして掴んだ優勝の2文字。興奮冷めやらぬその年の暮れ。香織、なあに相談って。来年の合宿のこと？私苦しいのよ。あ、わかった。彼氏ね。もう香織、隠さずに言いなさいよ。正幸？それとも、あ、ケンジね。私早川くんが好きなの。ラグビー部に入ったのも彼が好きだったから。先を越されてしまった。ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン。へえ、知らなかったな。大丈夫、香織、元気だしな。私も応援するからさ。ケイ。あろうことか、私の大切なボールを香織にパスしてしまったのだ。ちょっと熱いよ。はい。それからの私の日々は今日の後輩たちのような苦しいゲーム展開で、3年の秋、無理をしたあなたは膝を悪化させ、ついに完治しなかった。以来企業からの勧誘も途絶えた。高校の頃から天才ラガーと世間からチヤホヤされ、チームから浮き出ることを恐れ、一つになろうとして愛したラグビーに裏切られてしまった。おい、大丈夫か？ああ、
あなたの苦しみに何一つ救いの手を差し出せないままあなたは消えた。その夜から私のそばにはキャプテンの大野くんがいて、よくデートをするようになった。ケイちゃん、ケイちゃんは早川のこと好きだったんだろ？いいんだ、あいつかっこよかったもん。あいつさ、ケイちゃんに惚れていたんだぜ。あいつってよりみんなさ、アイドルだったんだ。ケイちゃんは大変だったんだぜ。みんな牽制し合ってさ。早川が一番惚れてたの知ってたし、でもあんなにフットワークのいい早川でもみんなを抜けなかったもんな。みんな他人を傷つけることで自分が傷つくことを恐れていた。私にとってチームワークとはその臆病なことだった。ノーサイド寸前、母校のスクラムハーフ八木が走った。決まれば逆転トライ。この苦しみはあの時嘘をついた罰だ。あの日から私の全てが嘘になっていた。ごめんなさい。私一番大切な人にまだ何も言ってない。ケイちゃん、私今でもあなたが好きです。ずっとそれが言いたかった。路上のカクテルパーティー、一つ踊れば熱い思いも消えてゆく。今夜お前はヒロインも泣かないで、息が詰まるほどに愛の痛みを感じてくれ。銀幕の中痩せっぽちのケイ、君に受け取ってほしい。今が過去になる前に明日へ走り出そう。だからヒーローになるとき、ああそれは今。ヒーロー引き裂かれた夜にお前を話はしない。駅で彼女と別れたよ。一発ぶん殴られちゃった。好きだ、ケイ。今これから私と純のキックオフ。海分かれ果てて月は砕け散ってもヒーローになるとき、ああそれは今。あと飲みすぎた。京子さん、どうする？泊まってく？俺そろそろ帰るけど。
まさか。てめえ人の女房とただまん決める気か。1000万円用意しろ。やばいぜこれは。帰るの？ああ、そろそろ。見たんでしょ、背中。え？はは、びっくりしたよ。愛してるって言ってくれたわよね。試してみようかしら。試すって何を？本当かどうか。信じないのかよ。本当？じゃあもう少し一緒に行って。私怖いの。何が？ごめんなさい。うちのが来るのよ、もうすぐここへ。うちの？ちょっと待ってよ、うちのって誰？私の背中に夜叉を彫らせたやつ。愛してるんだったらあいつに言って。誘ったのは俺だって。お願いでないと私ぶん殴られちゃう。顔がひん曲がるくらいぶん殴るんだもん、あいつ。そんなこと言ったら俺の顔がひん曲がるんじゃないの？やっぱり遊びだったんだ、私のこと。いや、嬉しい。じゃあ信じていいのね。もちろん。何やってんだ俺は。これはどう見てもつつまたせじゃないか。ともかく踏み込まれる前にこっから出なきゃ。その男は京子さんを愛してないんだ。いいかい？すぐに女をぶん殴ったりする男は金儲けの道具ぐらいにしか考えてないんだよ。京子さん、そんな男は捨てて今すぐ俺と逃げるんだ。だってこの5時から男が。あんたやろう。どこまで行くの？わからない。とにかく逃げるんだ。いい度胸してるじゃねえか。あいつ怒るとむちゃくちゃなのよ。ただの紐のくせに。女を大切にしないやつって最低よね。断言する。愛してない、そんなのは。壁でも舐めて少しは反省しろっての。私はあいつのおもちゃなんかじゃないんだから。怒ったかしら。何言ってんだよ今頃。追ってこないわよ。諦めたのかしら。なら嬉しいけどね。そんなことよりどうするかなこれから。いいの、私もあいつのとこ帰らない。分かったわよ。私のことなんかどうでもいいのよ。あいつ他に何人女がいると思う？5人よ、5人。一番新しいのなんか中学生よ。女は生涯お前だけだって言うから私背中に夜叉を彫ったのよ。ヒートベルト閉めて。来たわあいつ、あんなボロボロで。喜んでる場合かよ。すぐ手を挙げる男って最低だって。何が最低だとこら。
ぶっ殺す。こんなにしつこい男だと思わなかったわ。それで俺のことをあいつに喋ったのか？え？まだ言ってないわよ。じゃあ俺が何者か分かってないんだね。よかった。それなら今夜逃げ切ればなんとかなる。どこまで逃げるの？奴が追ってこないところ。どこよ？海を渡っちまえば追いかけてこないだろ。東京湾フェリーに行くのよ。ああ、俺の愛がどれだけ深いか見せてやるよ。二人で海を渡るのね。お、ラッキー。始発がまだ出航してないぞ。ダメよ、桟橋が上がっちゃう。次のにするか。来たわ、あいつよ。くそ、飛ぶぞ。危ない、止めて。止めたらもっと危ないよ。20万なんて誰が払うか。あいつ。私のために飛んだわ。バカ野郎！俺は泳げねえんだよ。助けろ！ごめんね、疑ったりして。結局惚れてるかどうか試されたのは俺じゃなくてあいつの方ってわけか。そんなに夢が見たければ東京でもどこでも勝手に行けばいいじゃない。私は行かないよ。正一は都会に憧れているだけなのよ。うまくやっていけっこないわ。まゆみ、分かってくれよ。いいわ、帰ってきても。正一、私待っててやんないから。ふるさとの浜辺を思い出す。同じような海のうねり。海だけは変わらない。喉がカラカラだ。
るですね。ああ。まさか。経営していた遊漁船の遭難で行方不明。いや、死んでいるはずだ。それにしても真由美そっくり。そうだ、真由美には右耳だけのピアスが。お待たせしました。ごゆっくり。ちょっと。はい。ああ、いいんだ。お姉ちゃんビール。はい。バカだな。10年経って18歳の真由美のはずないじゃないか。他人の空にってやつだ。この暑さで頭がどうかしちゃったぜ。事故で頭を強打し記憶がなくなって、それから成長が止まったようになったって話、どっかで聞いたことがある。しかしいくらなんでも8年前の事故で真由美が行方不明のままだとしたら、しかしいくらなんでもそんな夢のような話が、いくらなんでも。ああ、英子ちゃん。英子？あの子どこの誰だか本当はわからないんですよ。去年の夏ふらっと来て仕事させてくれって、どうもそれまでの記憶がないらしくて、聞いても何も覚えてないっていうのよ。一応警察に届けてはあるんだけど、そういう人って多いらしいよ。何か思い出していたのかい？ただ海を見てただけ。海がしけるとサーファーの人たちだけだから暇なんです。お客さん東京？あ、まあね。何か疲れてるみたい。都会はね、疲れるんだよ。真由美。君、真由美って名前じゃないのか？真由美？俺だ、正一だよ。ナンパの手口としては古いんじゃないかしら。すまん。君が俺の知ってる女性にあんまり似てるもんだから。その女性は真由美って言うんですか？ああ、8年前の事故で行方不明でね。もう死んでるかもしれない。どこの海ですか？俺の田舎。あの半島をぐるっと回った反対側なんだ。私行ってみたいな、その海。え？あさってお休みが取れるんです。連れて行ってくれますか、そこ。そりゃいいけど。英子ちゃん、お客さんだよ。はーい、約束ね。ああ、あった。ガキの時に島で遊んでて作った三日月の傷。真由美だ。頭痛だ。そんなのが無断欠勤の言い訳になるのかよ。医者の診断書を持ってこいよ。金額は少なくても横領は横領。真由美、お前の言った通り
今までの俺は幻想ばかり追いかけていた。だがお前は幻想じゃない。今度こそお前と。綺麗な海。あんなホテルなんかなかったんだな。そうだ、あの岩に見覚えないか。ほら、二人でよく渡ったじゃないか。よし、海に出よう。なら思い出すかもしれない。10年前はもっと綺麗だったんでしょうね。私なんだかあの島見たことがあるような気がする。そうか。うん、なんだか懐かしい。ねえ、もっと沖まで出てみない？あ、夏子が来る。東京に就職が内定し、明日の日曜日の研修に出るためもうすぐやってくるのだ。明子とうまくやっていくためにも夏子との腐れ縁を清算しなければならない。東京で好きな人ができたら黙ってこの写真だけ返して。それがケンジの気持ちやと思うから。俺は夏子との幕引きのシナリオを完璧に書き上げた。東京です。ケンジ、思ったより片付いてるやん。それに真面目なサラリーマンっぽくなって見違えたわ。第一幕は予感。別れを夏子に予感させることだ。そして心の準備をさせるんだ。コーヒーでも入れようか。ええわ、うちが入れてあげる。この前来た時に買うたコーヒーカップどこやの？やっぱりコーヒーよりお茶にしようか。ああ。でもやったやん、第一志望の東京火災で。けどな、こっちも研修で大変なんや。この研修期間で出世のスタートが決まりよるやろ。気が抜けへん。第2幕。別れが現実のものであることを理解させること。つまりどんなにその気になっても絶対に寝ないことだ。肌を合わせると夏子の未練をかきたててしまう。懐かしいな。そういえばケンジが昼休みに文芸部の部室に入ってきたんが口聞いた最初やったね。そうやったか。あの頃のケンジってムスッとしてて愛想悪かったけどモテたもんな。そうやったかな。懐かしいな。みんなどうしてるやろ。そう、もうすべて懐かしい昔のことなんだ。遠い昔の。いやー、もうこんな時間やわ。
姉さんとこ打球戦やろ。そろそろ出ないと終電に間に合わないしな。うち姉貴苦手やねん。けど心配するやん。送ってくわ、そこまで。実は俺今夜中に片付けなきゃならん仕事があるんや。そう。ここが我慢のしどころだ。ダメな男はここで情に負けてついズルズル言ってしまう。じゃあ明日の午後電話するわ。ああ、気ぃつけや。ケンジ？ん？なんでもない。じゃあ明日。しかしこの俺があいつとなんで6年も続いたんやろ。終幕、別れのシーン。夏子は俺が初めての男だ。そして多分まだ俺だけの女だ。それ2つください。そんな女が綺麗にジャーネと行くわけがない。ラストシーンは血みどろの死闘やで。お待たせ。ねえ、次どこ行く？ちょっと俺トイレや。危ない危ない。新幹線何時やった？ 6時。あと2時間か。お茶でも飲もうか。女の切り札は涙。別れになったらどんな女でも必ず泣く。ところ構わず泣く。場数をこなしていない男はこれに弱い。うち当分は寮生活やし不自由やね。そうやな。そろそろ話をまとめ、普通お互いに受け止めるにはちょうどいい時間だ。でも試験で忙しかったけど久しぶりにのんびりしたわ。夏子。さあ泣いていいぜ。しくしくだろうがメソメソだろうがワーワーだろうが、俺は女の涙なんかには負けない。ありがとう。ケンジがいつ言うてくれるかずっと待ってたんやわ。ケンジのことやからこっちに女の人がいてるの前から分かってたし、隠されるのうち嫌やし、本当のこと言うとケンジがずっと隠すつもりならうち絶対別れてやるもんかって思ってたけど、正直に言うてくれたら笑って別れよう思っててん。これですっきりしたわ。うち笑って別れることができるわ。まあ全てが台本通りにいったわけではないが、ともかくハッピーエンドだ。もうええって。ほなケンジ、入社したら頑張ってや。あ4月に来ても連絡せえへんけど、うちも負けんよう頑張るから心配せんといて。あさよならケンジ。あ、じゃあ。
いけね。写真返すの忘れてた。夏子。雨に煙る街並みを息を切らして駆け続けた。突き刺さると息を吐いて駅への道駆け続けた。何をしてるんだ俺は。半年かけて書き上げた別れのシナリオが一瞬の夏子の涙によって大幅に書き換えられた。ねえ、ビール飲もうか。うち買うてくるわ。ああ。走る車の泥に叩かれ見上げた。夏子の方が全て俺より一枚上だったと気づいたのは夏子と結婚して長男が誕生した後だった。お父さんがいらしたらさぞ喜んでくれたろうにね。やめろよ親父の話は。部長の一人娘、俺はその婿養子。俺の名は速水。今その姓を捨てて将来の取締役のポスト。いいか悦子、俺が中に入ったらカメラを持ってついてこい。はい。行くぞ。2年後輩の AD 桂木悦子。彼女を見ているといつも俺はカリカリ来てる。私フランスへ行きたかったのに、お父様ったら取材旅行のついでに新婚旅行の下調べでもしてこうですって。新婚旅行のことよりねえ。何です？ AD の桂木悦子さんってどんな方？どんなってただの無能な AD ですよ。本当にただの無能な方？この2年間ずっとコンビを組んでらっしゃるんでしょ？俺がいなきゃ何にもできないんです。新一さん、今のご自分の立場分かってらっしゃるもの。リエ、心配しない。AD の桂木悦子さんってどんな方？ただの無能な AD ですよ。 AD ですよ、ただの無能な。25日午後現在、マンハッタンに繰り広げられている反政府デモは、車を壊すなど激しさを増しており、市民たちは悦子、カメラ悦子、何やってんだ。俺たちは人助けに来たんじゃないんだ。仕事なんだよ、仕事。分かってんのか？だって悦子、あいつは現場に主観を持ち込みすぎる。それでは報道マンとしては失格なんだ。この仕事に甘っちょろいヒューマニズムなんか必要ないんだ。俺たちは報道という衣をかぶった見せ物を作っているプロフェッショナルなんだ。分かってんのか？速水さんって本当は臆病なのかしら？
俺が臆病だって？ええ。そりゃえっちゃんから見りゃみんなあたふた這いずり回ってるゴキブリみたいでしょうよ。じゃなくて、なんだか必死で鎧を身につけようとしているみたいに見えるの。鎧？そうだ、鎧を身につけなきゃ視聴率競争というサバイバル社会じゃ生き残れないんだよ。そうかしら。ああ、お前俺の親父みてえだぜ。ぼーっとして何考えてんだか。お父様って？女作って駆け落ちしちまってそのまんまさ。じゃあお父様に怯えてるのかしら。怯えてんじゃねえ、嫌いなんだよ、だらしねえ男が。勝手な親父のおかげでおふくろはえらい苦労したんだよ。速水さんはお父様をずっと恨んでるの？ああ、ほとんど俺の生きがいだね。あ、かわいいね、かわいいでしょ。悦子。松田理恵、あなたは生涯この速水真一を夫とし愛を。辞めるって本気か？はい。ドラマにでも移動しろよ。俺から部長に頼んでやるよ。いいえ、いいんです。いいチャンスだし。チャンス？チャンスって俺の結婚のことか？俺が鎧をつけてるんだったら君は自分に嘘をついてるんじゃないか？違います。自分に嘘つけないんです。私は自分を偽ってまで幸せになろうとは思いません。誓いますか？悦子。悪いけど誓えない。速水君、どういうことだね。すみません部長、報道ディレクターとして一番大切なものを忘れていました。なんだと？速水君、待ちたまえ。分かったよ。あの時お前が言ったのは。速水さんって本当は臆病なのかしら。なんだか必死で鎧を身につけようとしているみたいに見えるの。いえ、いいんです。いいチャンスだし。違います。自分に嘘をつけないんです。私は自分を偽ってまで幸せになろうとは思っていません。悦子。悦子、俺は本当に大切なものを見失っていたのかもしれない。
dreams of yesterday.力よ、明日の麻雀楽しみにしてるで。陽子です。明日の夜10時、青山通りレストランプルニエで待ってます。てめえ M 工業だな。こんがけやってぶっ殺してる。てめえら M 工業はって挨拶の仕方も知らねえのかよ。雲の子を散らすように逃げ出したホステスの中でただ一人逃げない女がいた。陽子です。明日の夜10時。あんた名前は？陽子。何の真似ですか？濡らして悪かったな。ドレスでも買いな。いただく理由がありません。はい、武田。組長、時間っす。おっす。 M 工業の花本がヒットマンを雇ったって噂もある。気ぃつけるんだな。今度ゴタゴタ起こしたらわしらも許さんぞ。覚えとけ。誰が許さねえだ？本部長でいられんのは誰のおかげだと思ってんだよ。おう！ミンク。組長の気持ちだ。気に入らねえか？力よ、後目をついて何年になる？おかげさんでこの春で2年です。貫禄もついたし、もうそろそろ身を固めて落ち着いてもええのんとっちゃうか。はあ、女には不自由はしてませんが、尻の軽いのはどうも。気に入らねえのか？いただく理由がありませんから。お金がダメなら物で釣るわけですか？ヤクザってみんな同じなんですね。なんだとこの甘！突っ込んでろ！あんた、うちの組にスカウトしたいぜ。ロン、満願だな。言ってみろ！何が気に入らねえんだ？全部。この甘！殴ってみなさいよ。殴って言うことを聞くかどうかやってみなさいよ。
なんで私なんでってわかんねえんだよ。なんでかわかんねえよ。くそ、わかんねえんだよ。まだ名前も聞いてないじゃない。何時だ？は、8時を少し回ったところです。疲れたな。少し飲み直すか。はっ。島岡さん、本当に花本のガキ仕掛けてくる気あるんですかね。筋を通さねえガキが一番怖えんだよ。ま、組長のガードは厳重にしといた方がいいな。組長はさっきトイレだとか。トイレ？いませんでしたよ。本当に一人で？はあ、一人っす。たった一人でどこ行く気だ？これだと青山通りです。青山通り？そうか、ガキの頃の運動会。後ろのやつに足をかけられて、泣き出したいのを必死でこらえて、そこら中から林立てられながらゴールした時、遠くでじっと見ていたあの女の子の目。The city lights in the dark and see how they glow. I recall the night when we first said hello. I wonder how you are. Are you happy now with your life? Address book, I'm thinking of you. Nothing stays the same, only pictures in the frame. Now they tell
pace of change. I feel the same. Yes, I miss you. Those were the days. Nothing stays the same. Only pictures in the frame. Now they take me back to the past we left behind. Those years seem to me to be the best in many ways. Yes, I miss you. Those were the days.赤坂ホテルでのテレビ記者会見、きっぱりしてましたね。そう？俺見てなかったんですか？今朝遅かったから寝てたわ。まあ今夜見えるでしょうから。気やしないわよ。でもいつも東京遠征の時はどんなに酔っていても最後はここに。だって引退したらもうブルペンキャッチャーはいらないもの。そんなけじめをつける男よ。滝口と初めて会ったのは私がこの業界で駆け出しの頃。そして滝口は阪鉄ライオンズのバリバリのエースだった頃。しのちゃん野球知らないの？ええ、野球音痴。じゃあこの方誰だか知らない？ごめんなさい、野球興味なくって。傲慢な獣、そんな目をしていた滝口。よほどプライドが傷ついたのか、その夜私を強引に連れ出した。酔っ払い運転ですよ。怖くないですか？運転を人任せにする方が怖いのや。自分で運転するのはちっとも怖はないわ。どこへ？あんたに野球を教えたる。よし。ええか、動いたらあかんで。怪我するよって。それ。おお、あんた目つむらなんだな。ええ根性しとる。ボールが消えたわ。今のカーブや。カーブ？今のカーブをバットで150メートルも飛ばしよる化け物がおるんや、この世界には。どや、野球っておもろいやろ？この手がわしの武器や。大きい。考えるいとまま与えぬほど強い力で引き込まれた。過去の男たちからは教えてもらえなかった初めての男という強烈な快楽だった。その日から滝口は東京遠征の時には必ず私を呼び出し、完封で10勝目おめでとうございます。おおきに。寝た後の彼は必ず完封した。なぜって聞くと、あなたは相性のええブルペンキャッチャーや。ブルペンキャッチャー？お前はわしにぴったりで最高っちゅうことや。銀座もグランドもサバイバル社会という荒野。
彼はその荒野を己の力だけを信じ、わがままいっぱい吠え、のし歩く獣だった。セックスの後、必ず長袖の下着をつけ、子供のように眠る。寝室の空調、食事のカロリー。彼が東京にいる間、私は誇らしげに彼の世話をした。彼に負けてほしくない。彼の強さは銀座で成功したい私の気持ちを支えてくれた。見た？これ、しのちゃん。ああ。この女には負けたくない。知らないそぶりの滝口に言ってはいけない言葉がつい口をついた。優しそうないい奥さんね。なんや、雑誌見たんか。しょうもない。あの奥さんなら問題は起こりそうにないわ。残念だけど。問題なんか起こさへん。問題起こして離婚するような男は最低や。女の一人もよう操縦できんで、仕事ができるかい。ああ、かっこいいこと。東京妻じゃ嫌。ずっと一緒にいたい。体の芯から育ち始めた苦しい私の独占欲を仕事という言葉で滝口を抑え込んだ。付き合って4年目のシーズン、その年肩の衰えからオープン戦不調の滝口は8年続いた開幕投手を外された。うわーし、店閉めてドライブや。危ないわよ。相当酔ってる。死ぬときはわしの運転で死ぬんや。文句あるかい。私も一緒に死ぬじゃない。嫌か。ようやく私のごひいきが増えてきたところよ。顔には死にたいって書いとるやないか。その夜、滝口は荒れた。もう帰るわ。私、結婚申し込まれてるの。結婚？誰や相手？作家の先生、文壇のプリンス。わしが現役の間はあんたはわしの女や。誰にも渡さへん。じゃああなたが引退したら？契約切れっちゅうことや。プリンスやろうがプリンスメロンやろうが勝手にするんやな。わし知らんわ。そんなコントロールじゃ男は殺せへんで。いっそこの男を殺せたら、この苦しさから逃れられるのか。なかなかいいお店じゃないか。おめでとう。おかげさまで。でもこれからが大変ですわ。じゃあ結婚の噂はどうなったのかな。無理ですよ先生、借金だらけですもん。本当かな。本当ですわ。滝口が現役の間は最高のブルペンキャッチャー。それが滝口との約束。一度弱い姿を相手に見せたら勝てんようになるんです。その前にわし引退します。高級投手滝口の姿をファンに覚えていてもろうてほしいんですわ。特別功労賞として球団から3000万、そしてコミッショナーからブロンズ像が贈られましたが、この素晴らしい像を今誰に一番見せてあげたいですか？愚痴も言わんと長い間わしを支えてくれた女がいます。照れくさいこと言うようですけど、わしの女房に送りたいんですわ。
ですね、滝口さん。だから言ってるじゃない、そんな男じゃないって。じゃあ、あとお願いね。おやすみなさい、ママ。初めて見せてくれた滝口の優しさが私を包んでくれた。何やってたのよ昨日は。あなた来ないから私一人で取材したのよ。ったくどこで飲んでたのよ。いや、飲んでたことは飲んでたんだけどさ、高橋先生と話し込んでさ、30分ぐらい待っててくれるかなと思って言ったんだけど。30分ぐらい。それって待たせた人の言うセリフなの？だけど話が弾んじゃってすっげえ面白いんだこれがさ。そっちが楽しければこっちはどうでもいいわけ？時間にルーズな人って大っ嫌い。野呂圭一、この男だけは許さない。何？逃げられた？バカ野郎！捕まえるまで帰ってくんな！くそったれ！野呂、読み切りが入らないんだ。桑原先生のインタビュー至急入稿してくれ。ああ、でもあるテープクビちゃんが起こすからって持って帰ったんです。君もインタビューしたんだ、書けるだろう。12時までに上げてくれ。山田先生、上がりました。分かった、頼んだぞ。はい、12時まで抑えてけ。そうね、女性が頑張ってるってのはまだまだ女性の時代じゃないってことかな。私はそうは思いませんけど、次に女性の職場についてですが。ですよね。頭のいい女の人なら出しゃばりませんよね。そういうこと。いや、うちの母も父をコントロールするのが上手でした。何よ、当てつけたことばっかり言って。こんなテープじゃ仕事にならないじゃない。あれはあれで真面目なのかな。つい夢中になるから打ち合わせでも粘るし。冗談じゃないわ。それじゃ彼を信用した周りはいい迷惑じゃない。フロイト曰く、几帳面すぎたり綺麗好きというのは母親がおしめを取り替えるときにうまく変えられなかった子供に多い神経症であるか。本当は野呂くんが羨ましい。でも人に迷惑をかけてもその人から好かれる自信が私にはない。わかりました。すぐそちらへ向かいます。どう？細かいとこ少し違ってるけど、仕方なかったんだ。急だったもんね。でもいい加減に書いたつもりはないんだぜ。私のより相手が生き生き伝わってくる。人を見る目も硬すぎてダメなのかな。ああ、終わった終わった。約束までまだ時間あるな。久美はどうすんの？終電まで時間潰すわ。なら飲みに行こうよ。渋谷にいい店があるんだ。どう？この特集絶対いけると思うけどな。ええ、面白いわね。だろう？今度編集長に行ってみようかな。野呂くん無理してるみたい。私に気を使ってるのかな。そろそろ時間だわ。もう帰るの？いいじゃないか。
今夜とことん飲もうぜ。さっき用があると言ってたじゃない。誰か待たせてるんでしょ。いいんだ、大した用じゃないから。何言ってんのよ。大した用じゃなくても約束は約束でしょ。少しは待ってる人の身になって考えてみたら。考えてるよ俺。でも今夜久美を口説きたいんだ。いい加減なこと言ってからかうもんじゃないわよ。他人がみんなあなたのいい加減さを許してくれると思えるほど傲慢なわけ？それとも単純に人を信じちゃうわけ？ああ、信じるよ。久美は信じてないからいつもヒステリックなんだ。そうよ。私はあなたほど度胸がないの。自分を信じる度胸が。自分を信じられないから他人に信用してもらえないんじゃないかっていつもビクビクしてるのよ。ちょっとレイアウトの打ち合わせの時間でしょ。いけねえ、こんな時間だ。タクルーズなんだから。久美、あさって空いてる？空いてるよな。いいわ。クリスマスイブぐらい都合つけてあげるわよ。じゃあ銀座のソニービルの前。俺7時に取材が終わるから8時だな。その代わり1分でも遅れたら絶対信用しないわよ、あなたのこと。ああ、銀座8時。こりゃダメだ。どっかで降りた方がいいわ。お願いします。電話かけたいんです。お客さん、これ使いますか？あ、お借りします。アパートにも編集部にもいない。どうしよう、もうダメだわ。申し訳ない。お客さんデートだったんでしょ？もういいのよ、事故だもん。どこかで飲んでると思うけど、渋谷のあの店かな。どうしよう。Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your day be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. 4時間も私が来ると思ってたの。ああ、俺を信じてくれたから
来てくれたんだよな。バカね、4時間も待つなんて。4時間ぐらいへっちゃらだよ。最初に会った時から俺はずっと